車好きヒラリーチャンネルのヒラリーです。加速します。はい。23キロ。メーター読み23キロぐらいのところで燃料カットしていたのが燃料が吹いて、ちょっとね、車が前に進むような感じが出たり、ターボが苦手なところを回転数上げてくれるか、もしくはそれはラバーバンドになっちゃうから、どっちかね、両方の考え方あるんでしょうけれども、ゆっくり走ってる時なんかはね、エンジンすごく静か。やっぱりターボは静かとか、あと消排気量ということでね、エンジンの存在感を小さくする。この ZR-V が最もね、柔らかく動くところがね、大きいです。結構利き穏やかでね、こうやってやっても車、ホンダの S2000 昔ありました。この ZR-V がスポーティーなのかコンフォートなのか。でもどっちかって言ったら自分はこうやってね、どうもヒラリーです。今日は ZR-V、2025年式の 1500cc ターボを搭載するガソリンモデルの Z を借りていきました。で、早速ね、前、高速の入り口なので、ちょっと高速道路乗ってね、車の直進性に関する話とか、あと入り口でちょっと踏んでいきたいなと思います。音とか取っていきますので、それからパワートレーンの印象伸びていきますので、ちょっと見てください。さあ、じゃあ ETC ゲートを、入りまして、あれですよね、今いきなり ETC さした車だとちょっとびっくりしますよね。じゃあこれで、50キロまで加速して50キロから踏んでいきますね。本線車いないので、これでちょっと出ちゃってから踏んでいきます。じゃあ S レンジにします。じゃあ加速します。はい。という感じでね、加速しました。そうね、感想としては高回転で伸びるターボエンジン、これがあれですよね、びっくり。ホンダらしいというかね、VTEC っぽいというかね、単純に中回転が盛り上がるのがターボじゃないのよみたいなところでね、ちょっとせっかくなのでもう一回踏んでみましょうか。今度 S レンジにしてマニュアルモード使ってみますね。3速3000、2速4000回転、この辺から踏んでみますね。音入ってるかな。高回転でね、ふーっと弾けるような感じと、ちょっとタコメーター映せないのが残念なぐらいにね、2速4000回転、この辺から踏んでみますね。踏んでるって感じしますね。ちょっとビーッと伸びていく。ビーッと伸びていく。で、フットレストとかアクセルペダルにも振動が伝わってきて、踏んでるって感じしますね。ちょっと速度出過ぎちゃうから、ちょっとこの辺にします。ということでね、このターボエンジンの話は、ちょっと高速降りてからにします。一区間しかないので。じゃあ D レンジにして、続いて、ちょっとね、直進性に関する部分で触れていきます。この車は、中心付近ね、固められてないタイプです。真ん中から指1本ぐらい。すごくね、緩い感じで、自然といえば自然。昔から続く車らしさというのが持っていて、でも直進性高いんですよね。中心が固められてないんですけれども、直進性高いので、ほんとね、力を抜いてピーッと走れる。で、無駄なくね、車任せで直進する感じがすごく気持ちいい。同乗していてもね、その良さは味わえます。で、そこなんですけれども、このステアリングはね、VGA というのが搭載されているそうです。搭載というかね、ステアリングギアレシオが、回してく量に従って変わる。よくあるタイプですとね、中心あたりが緩くて切り込んでいくと、クイックになっていくタイプ。スローからクイックにね、切り替わっていく。で、それがバリアブル、可変ということで VGA と呼ばれています。せっかくなんでね、ちょっと前の車についてゆっくり走りましょうか。今ね、時速60キロ。ガラガラですけれどもね。でね、これによって中心付近がね、
適度に緩くて、で高速速度を上げた時のね落ち着きとか安心感につながってくる。でさらにそう今日言いたいのはここです。さらにですね、 VGA がついてるからって中心付近がねスローで緩すぎて運転しづらいということがないんですね。今まで乗ってきた中で VGA って2タイプあると思います。中心付近を緩くするために VGA を使うか、もしくは切り込んだ先をクイックにするために VGA を使うか、2タイプあると思っていまして、前者で言うと、ベゼルとかフィットとか、あとちょっと前のスイフトが中心付近がねこう柔らかく緩くするタイプの VGA に感じられました。で結構ねこれが運転が難しいです。その切り込んだ先との変化量が大きいというのかな。で中心付近は落ち着いてていいんですけれども運転が難しいというのをね感じていまして、でそうね中心付近は普通なんだけれども切り込んだ先を敏感にしていくみたいな感じの VGA が、ホンダの S2000 昔ありました。ちょっとね記憶うる覚えなんでね、もう20年ぐらい前の記憶なんで、でも乗りにくさを感じなくて切り込むと敏感っていうのが、S2000、それからこの ZRV がねそんなタイプかなと。厳密に言うとね180度ぐらい回すとステアリングのね切り込む量よりもクッと曲がっていきますから、慣れてないとねちょっと切りすぎちゃったら戻さなきゃってとこが出てきたりもする。でもねそんなに気にならない、別に細かいことをあまり気にされない方にはねその VGA って気にならないぐらいなんじゃないかなっていうようなね感じです。でそうね、このタイプは中心付近が緩すぎないのでスローすぎないので普通に乗れる VGA というところがいいかなと。でなおかつこの指1本あたりのところはねやっぱり緩めで抜けていて、優しい感じ、ゆったり感とかもありますね。でハンドリング全体として切り込んだ操作に対する反応とかはそんなに急じゃないです。そうね、なんて言葉使ったらいいのかな。穏やかかな。穏やかだけどはっきり聞いてくれる感じで、さあじゃあねこの ZRV がスポーティーなのかコンフォートなのかといったところで、すごく難しいね。両方の目を持っているといえば両方持っている。でもどっちかって言ったら自分はこうやってね時速60キロぐらいでこうダラーンと流す時とか、あともうちょっと低いね4、50キロで市街地を走る時にすごくね滑らかさとか良さを感じられるなんていうのがね、この車の印象です。エンジンもねターボがついてすごく静かなんですよね。さっきみたいに回転数上げたまま走ってるとそれはね当然音をします。振動も盛り上がってくるしピリピリ感も出てくる。でもね今みたいにゆっくり走ってる時なんかはねエンジンすごく静か。やっぱりターボは静かとか、あと消廃器量ということでね車に対して消廃器量ということでエンジンの存在感を小さくする、そのあたりをねはっきり感じられて、低速の時の最もたるノイズ源とか振動源であるエンジンが、存在感薄いです。先ほどのゆったり感とスポーティー感と両方あるんじゃないのっていう部分なんですけれども、ハンドリングがね、穏やかで切り込んでいくと効きが良くなってくる。このくらいかな、180度ぐらい切るとね、敏感さを増すクイックになってくる。であとは結構効き穏やかでね、こうやってやっても車じわじわって動く感じ。ただね本当効き悪いというわけではないのがやっぱり現代的です。で足回りもいいんですよ。サスペンションとかね、タイヤと足の合わせ込みとか良くて、サスペンションの質高いねって感じられるものです。ですごくねゆったり感柔らかさがあって、その上でリアサスなんかはねちょっと硬いところも出るんですけれども、ある程度以上はね車をシャキッとビシッと支えてくれて、負荷をかけた時かな、ハンドル
低速でハンドルグッと切った時なんかはかなりね車のタイヤのグリップ力活かせてこう G が発生して負荷高まりますけれども、そういった時なんかもねもうガシッとね確実な操作とか、あんまりねこう横揺れロールしないような感じで曲がっていく。でこの両面があるんですよね。でサスペンションが、こういったゆったりした領域とかゆっくり動くときにすごくねこう優しくゆっくり動いてくれます。でこの車柔らかい、足回り柔らかいんじゃないかなって感じられるぐらいで、ペース上げたりとか大きい段差ですよね、リアサスちょっとゴツゴツくるんですけれども、ある程度以上は硬さがある。この辺がねピストンスピードっていうショックの動きが速くなった時に硬さを増してくるというのもありますし、2段階的ともね言えるかな。バイパスバルブ付きなのかもしれないですね。この辺りがね最近のホンダ車に共通するようなそのサスペンションの良さとかね特徴でありまして、でこれをね他の車と比べてみますと、現行の同世代のフリードとかもね同じような感じでした。あと WRV とかも、最近そんな感じのホンダ車ね増えてますね。動き始めが柔らかくてその先が硬くてみたいなね。でどれも質いいんですけれども、この ZRV が最もねこう足が柔らかく動くところがね大きいです。なのでゆったり感あるし衝撃も効果的にカットをしてくれている。で滑らかさにもつながるといったねところです。やっぱりこの辺はね高いだけありますよね。どの車もクラス内ではね足いいよねって言われる車たちでも乗るとやっぱりお値段の差というのはねそういうところでも出てきます。で今ねこの車オードメーター1600キロなんですね。最初乗った時はオードメーター1000キロ以下900キロぐらいの時でした。その時はねまだギスギス感強くてね、今日は随分柔らかいねと感じています。あと前のねシビック乗った時の例ですと、3000キロの時はねまだギスギス感、新車のギスギス感っぽいものが残っていて、一番最後の7000キロのねオドメーター7000キロの車乗った時がね一番こう滑らかで、路面のね凹凸もこうちゃんと伝えてきてくれてピタピタ動いて、でも快適性高いねっていうのをね感じましたから、まだまだねこれから本領発揮していくようなねところに入っていくかもしれないですね。であとブレーキの話していきますね。ブレーキに関してはね、ペダル自体はすごく扱いやすいと思います。で前もね粘って動いてくれて、ただちょっとね伸び側が柔らかいので戻してくるとこだけちょっと丁寧に戻さなきゃいけない。ただねペダル自体は扱いやすくて、手前利きゆっくりですし、奥の方はねしっかり剛性があるペダルタッチです。でそこは扱いやすいのでね、そんなに苦労することはない。ただねちょっとさっきね同僚が乗っていて感想を聞いたんですね。ブレーキどうみたいな。そうしたら扱いやすいんだけれども扱いにくいんだけれどもみたいなね、これは何て言ったらいいかなみたいな感じでした。で自分がさっき燃費の動画を撮っていました。そうすると、多少はね繊細な操作でメーターとにらめっこしながら走るわけなんですけれども、そしたらね燃料カットからの燃料噴射、その復帰の時にね少し車がねふっと前に行くような感じがあるんですね。アクセルオフで減速してきて時速23キロ、メーター読み23キロぐらいのところでふっとね、燃料カットしていたのが燃料が吹いてちょっとね車が前に進むような感じが出たりしていました。でその時にねちょっとブレーキタッチ変わっちゃったりなんかして減速感変わるので少し難しさが出るのかなみたいなね感じは受けました。そんな集中してなきゃわからない程度ですけれどもね。ただ欲を言えばこのクラスになったら、その燃料カットとか燃料噴射とか伝えてこない方がいいというのはね事実ですよね。ちょっとあるとやっぱりターボですし CVT ですし難しいんでしょうかね。そうだ CVT の話してなかったですね。で CVT は今もねハンドリングすごい滑らかですね。ちょっとスポーツモードでいきましょうか。スポーツモードにするとハンドルどっしりしてきてね、重くなりますけれども
無駄のない操作には一段とこう向いていきます。結構ねハンドルへのねフィードバック情報なんかも現代の車としてはある方だと思うんですよね。滑らかで無駄な衝撃とかねショックをカットしつつ、ある程度はこう様子を伝えてくれるタイプ。路面のね傾きとかでもハンドルでこう車がねどっちに行きたがってるか伝えていきます。でそうだ CVT ね。そう CVT はスポーツモードとか S モードにしてるときはいいです。きついな時にね結構加速しやすい。でもD レンジでノーマルモードとかちょっとねワンテンポ待たされますかね。この辺がターボエンジンだからかターボエンジンの苦手なところを CVT がスキップしてくれないからなのかと。この車の L15C という 1500cc ターボエンジンが圧縮比ね 10.3 みたいなんですね。これが古典的なターボですと7とか8とかぐらいでして、純ガソリンエンジン車で12から14ぐらいですかね最近ね。で圧縮比が高いと、ターボがないところでパワーが出ます。で圧縮比を低くするとターボが効いたところでパワーが出る、ブースト圧のねかけ方の違いでそうした違いになっていきます。でそうねそうしたところあって結構ねこの車は最大出力178馬力ということで、1キロほどねブーストかかってないんでしょうけれども、ある程度高めのブーストがかかっている。で圧縮比は、低くはないけれどもねすごく高いわけではないぐらいな感じで、やっぱりね、排気量排圧が高まるまでの間は、パワー出にくいところありますね。でその、2000回転とか2500回転ぐらいのところをこの CVT が回転数スキップしてねピンと回転数上げてくれればまた違うんでしょうけれども、結構ねその領域からねこうもわーっとね加速力を上げていくようなタイプです。この辺りがそうねそのターボが苦手なところを回転数上げてくれるか、もしくはそれはラバーバンドになっちゃうから低回転からね加速しながら変速しながら加速していくよみたいな、どっちかね両方の考え方あるんでしょうけれども、これはちょっとねもわーっと加速始めてぐーっと伸びていくような感じになります。嫌だったらパドルシフトでねギアを固定してといったところですけれども、滑らかな加速開始というのがこの ZR-V のねターボエンジンの売りなのではないかと思うところです。で小排気量ターボということで燃費性能なんですけれども、今が52キロ走ってきて 12.6 キロがここに出ています。ゴールです。さあ今日の燃費はですね 38.4 キロ走ったところで 13.3 キロが表示されています。燃費そうねもうちょっと行ってほしかったかなっていうところがね正直なところですね。一番いい数値が出ていた時で 13.7 キロ。あとはね、13.34 を行き来していたような感じでしたね。その前の数値で言うとね、昼間が、88キロ走って 11.7 かな。あとさっきね、燃費チェックしてる時に13キロぐらいの燃費でした。ライバルのハリアー 2000cc モデルとか CX5 の 2000cc モデルとか同じコースで同じように走って燃費に比較してみたんですけれども、微妙に低いぐらいのね感じでしたかね。この辺はターボエンジンのねスペック 2500cc 相当とかねありますからね。でちょっと圧縮比も純ガソリンモデルほどは高くないので誤差かもしれないし1キロぐらい低いのかもしれないしみたいなね感じでした。ACC ので走行中の、このステアリング周り、これはトルクセンサータイプだと思われます。ちょっとねハンドルたまには操作こうやってやんないと、操作してねってハンドル握ってねって表示が出てしまいます。せっかくね直進性いい車ですのでタッチセンサー式だったらなおいいんですけれども、その辺にはねいろんな兼ねがあるんでしょうね。あとねこの辺はすごく扱いやすいです。内装なんかは別に動画上げる予定ですので、できましたらそっちもご覧いただけますと嬉しいです。じゃあすいません、動画は以上です。
できましたらチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。車好きヒラリーチャンネルのヒラリーでした。